岡ホビーショーでアスラン専用ズゴックが展示だと。ならば今回はこれですな。というわけで RG ズゴックをアスラン専用に改造、行ってみましょう。最後にちょっと番外編のカタパルト発信もあるのでお楽しみに。なぜかモザイク。フェーズ1モデリング。まずはアスラン専用っぽいパーツを追加製作するために各部の断面や寸法を計測してモデリングソフトにインポートします。めちゃくちゃアナログですな。 3D スキャナーとかでなく手書き、さらになんかのチラシの裏側。まずは断面をもとに表面の一部を作成しますです。そしてできた 3D データがこちら。パーツは少ないですが腕アーマーと膝の白ライン部分は RG っぽくしてみましたです。フェーズ 2 3D プリント。まずは試しに 3D プリントですな。個人的には蒸し上げで完成ならこれで良いですが、ちょっと分かりにくいですが部分的に筋彫りのガタつきが多いですね。そろそろ光造形の 3D プリンター欲しい。さらにパーツが小さいので今回は縦盛りなしで仕上げますが、手持ちの材料の PLA というのがめちゃくちゃ硬いんです。硬いのと手羽立ちがすごい。なので今回は筋彫りなしの形状で、材料は仕上げやすい ABS で 3D プリントしました。フェーズ3最終仕上げ。おお、 ABS めちゃくちゃ仕上げやすいですな。そしてデータを 2D 展開したテンプレートで筋彫りしましたです。データでテンプレート作れるのは楽ですな。知識も場所も半端だが、やっぱり光造形の 3D プリンター欲しい。頭部のアンテナはいらないランナーから削り出してますです。ランナーの切れ端あってよかったですな。全部つけるとこんな感じになります。ポン付けするだけなのでシャー専用に簡単に戻せますですね。サーフェーサーを吹いて最終確認します。部品少なめですが RG なので走行ごとに色を変えて塗装しましたです。最後に白ライン部分を平面に展開してカッティングプロッタでカットしますです。かなり古いカッティングプロッタですが取っておいてよかったですね。白ラインを貼ったら RG っぽくなりましたな。適当にモデリングしましたが意外と形状にフィットしてくれましたです。ポン付けと取り外しが可能なようにダクトなどの黒塗り部に黒い画用紙を貼り付けしましたです。拡大してみると端末処理の粗さが目立つ。最後に取り付けて完成です。塗装の色はあまりの塗料を適当に調色しましたがいい感じの色合いになりましたです。すいませんです。名シーンといったらこれしか思いつかなくて RG ズゴックとポーズ丸かぶりしちゃいました。でもこのポーズは前回なかったヒーロー着地。
so get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything やばい that I wouldn't ヒーロー do. 着地 And when you 腕が making 逆 money, だと make 編 sure 集 you 中 don't に気 spend が it つ too く soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these times? フェーズ4番外編。とりあえず完成ですと思ったら、バックパック忘れてないかい？そんな、まさか完全に忘れてるですな。こんなところにバックパックっぽい何かが落ちていますよ。めちゃくちゃ無理やり置いてますよね。それでは簡単に紹介しよう。このバックパックはアイアンマンの超長距離支援用に開発されたという妄想設定である。 3D プリンターで仕上げなしのまんまであるが、3連のミサイルポットを2機装備している。さらにハッチは連動開閉機能付きでめちゃくちゃパカパカ開くのだ。そして搭載されるミサイルは実はミサイルでなく電池だったりする。要するにミサイルポット風の自作の電池ケースなのだ。概要欄にデータのダウンロード先があるので、よかったら 3D プリントしてみてね。早速接続パーツを 3D プリントして取り付けしてみましょう。工夫すれば何にでも取り付けできそうですな。接続部分は 3mm のランナーを再利用してますです。いい感じですな。やばいです。取り付けたけど重たすぎて自立できない。どんな角度にしても無理ですな。やけくそでこれなら安定するぞ。確かに安定はするけどね。そうじゃなく、ところが画面を180度回すと、あれれ、意外とありかも。でもシャトルに乗せて動かすとめちゃくちゃプルプル震えます。そこはご愛嬌ということで、アスランザラ無理やりだがすごくL。それでは完成編いってみましょう。なんかミュージック壮大なのに棒立ち風なポーズ。ピクピク動くのはいろいろ工夫したら多少落ち着きましたです。発射のポーズはいろいろ試して、やっぱりこれになりました。今回はちょっと番外編となりましたが、楽しんでいただけたでしょうか。今後もガンプラやムービーメカなど投稿していきたいと思いますので、チャンネル登録高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それでは次回をお楽しみに。